皆さん、こんにちは。リアルな日本語、ポッドキャストのお時間です。日本語コーチのしおんです。今日もポッドキャストを聞きに来てくれてありがとうございます。実はですね、じゃじゃーん今日から新しいマイクを使って収録をしています。どうでしょうか？音質は変わりましたか？今までポッドキャストを聞いてくれた皆さん、どうでしょうか？変化はありますでしょうか？はい。今までもね、このワイヤレスマイクを使って収録をしてたので、そんなに音声悪くなかったんじゃないかなと思うんですけれども、この新しいマイクを使って今日は収録してみたいなと思ってやってみております。どうかな？変わりましたか？実はね、このマイク2年半前ぐらいから持ってたんですよ。でも、一度も使ったことがなくて、実は今日ちゃんと初めて使っています。じゃあなんで買ったの？ 2 年半前なんで買ったのと思うと思うんですけど、2年半前ですね、私、ライブ配信をお仕事にしていたことがあって、その時に音楽配信、私楽器を演奏していて、フルートを演奏していたことがあるんですけど、それをライブ配信って形でね、届けていた時代があったんですけど、その時に、ミキサーって呼ばれる機械が、別にあって、これはなんか音を調整する機械なんですけども、それをつなぎながらマイクを使って楽器演奏の音を届けていたんですけど、このマイクがね、そのミキサーとうまくつなげられなくて、で、買ったんだけど、使えずにずっとしまっていたんですね。なのでずっと箱の中にしまって、押し入れの中にしまってありました。で、2年半ずっとね、このマイクを手放そうかなって思っていたこともあって、売ろうかなって思ったりとか、誰かにあげちゃおうかなって思ってたんですけど、その機会がなんかなくって、なんかいつか使うかもと思って教えの中にしまっていたんですね。あ、そういえば私、ポッドキャスト始めたし、このマイク使ったらいいかもと思って押し入れから出してみました。なので、ちゃんと使うのが今日はね、初めてなので、うまくいってるかなどうかなと思いながら、ちょっとお話をしております。何度かね、このポッドキャストを撮る前にテストをしているので、多分大丈夫だと思うんですけど。はい。いい音になったかな？よかったらぜひコメントでも教えてください。はい。ということでですね、今日のエピソードについてもお話をしていきたいと思うんですけども、突然なんですけど、皆さんにちょっと聞いてみたいことがあります。皆さんの好きな食べ物って何かありますか？私はですね、お寿司が大好きです。実は2日前もお寿司屋さんに行きました。はい。私はね、なんか小さい頃から結構魚食べるのが好きで、もちろんお肉も好きなんですけど、魚が大好きで、刺身も大好きなんですね。で、たまに結構食べたくなる時があって、お寿司を。なのでよくお寿司食べに行くことがあります。はい。なんかご飯を食べるってなんかすごい幸せな気持ちになりますよね。なんか中には食事に興味ないみたいな方もいらっしゃるかもしれないんですけど、私はなんか食べるのが楽しいし、幸せな気持ちになります。皆さんはどっち派ですか？どうかな？皆さんは食べたら幸せになるタイプ？それとも食事ってそんなになんか重要じゃない？お腹がいっぱいになればいいやみたいな。どっちのタイプですかね？ぜひコメントで教えてくれたら嬉しいです。はい。今日はそんなご飯についてお話をしていきたいなと思います。皆さんは朝ごはんしっかり食べていますか？朝って忙しくて、ついつい食べないこともありますよね。どうかな？私もですね、そこまで朝起きてすぐに食べれるタイプじゃないので、食べれる時は食べるんですけど、毎日は実は食べてないんですよね。皆さんはいかがですか？毎日ちゃんと食べるよって人もいるかなと思うんですけど、食べない派の方もいますか？どうかな？でも、朝からね、しっかり朝ごはんを食べた時って、なんか気持ち的に元気になったりとか、今日も一日頑張ろうって思ったりもしますよね。
はい。私も時間があるときはゆっくり朝ごはんを食べると、なんかいい一日の始まりだな、幸せだなって思います。そして朝ごはんを食べることは体にとってもね、とても大切だと言われていますよね。はい。では、ここで一つ皆さんにもう一つ質問していきたいと思います。皆さんは日本の朝ごはんって聞くとどんなイメージがありますか？例えば、ご飯ですね。とか、あとはお味噌汁。お味噌汁知ってるかな？お味噌汁とか、あとは魚、焼き魚とか、こんな朝ごはんをね、思い浮かべる方もいるんじゃないかなと思います。どうかな実はこれ、日本の伝統的な朝のご飯のスタイルですね。でも実は現代人、今私たちが生きてる時代、現代人の日本人の朝ごはんは少し変わってきてるかなと思います。今日はそんな日本の朝ごはんの文化についてお話をしていきたいと思います。じゃあまず日本の伝統的な朝ごはんについてです。日本にはですね、一汁三菜という食事の考え方があります。これどんな意味かわかりますか？一汁三菜。漢字をね、ちょっと見ると漢字を勉強している人はわかるかもしれないんですけども、これは汁物が一つ。汁物っていうのは、スープですね。日本で言うとお味噌汁みたいなものです。それとおかずが3つになります。こういう食事のスタイルのことを一汁三菜と言います。そして、そこにご飯。一つの汁物、スープと3つのおかず、そしてご飯というのが、日本の伝統的なご飯のスタイルかなと思います。例えば日本の朝ごはんで行くと、ご飯があって、お味噌汁があって、焼き魚があって、卵焼きがあって、あとは野菜、お漬物とかがあったり、そんな感じです。皆さんはどうですか？朝から魚食べたりする方いますでしょうか？どうかな？そして朝からこんなにたくさんって思う方もいるかもしれないですね。はい。でも日本では朝に魚を食べたりとか、いろいろな種類のおかずを食べたりすることは割と普通なことです。そしてこの一汁三菜というのは栄養のバランスがとてもいいと言われています。ご飯でエネルギーですね。エネルギーをとって、お魚と卵でタンパク質をとって、お味噌汁とか野菜でビタミンを取る、とてもバランスのいい食事になっています。なので日本では和食は結構健康的って言われることが多いですよね。皆さんも聞いたことありますか？ここでちょっと海外との日本と別の海外との違いについても少しお話をしてみたいなと思います。海外の朝ごはんを比べると日本の朝ごはんにはいくつか特徴があるかなと思います。例えば朝から魚を食べるとか、味噌汁を飲むとか、そしてご飯が主食ですね。はい。例えばアメリカとかヨーロッパではパンだったり卵とかベーコンとか、あとはシリアルとか、ヨーグルトとか、そんな朝ごはんが多いんじゃないかなと思います。日本ではパンではなくご飯という方も多いです。もちろんパン派の人もいるかなと思います。私もやっぱり時間がない時とかはパンを食べることがありますね。結構さっき言った一汁三菜みたいな食事、朝ごはんってちょっと準備するのが大変なんですよね。朝から魚焼いて、卵焼き焼いて、お味噌汁作って、ご飯炊いてってやってると、やっぱりちょっと忙しくて時間がないですよね。なので、私も一汁三菜のお食事は完璧にできてるわけじゃなくて、忙しい日とか時間がない時はパンを食べたりもします。ぜひね、皆さんの朝ごはんについても教えてください。多分海外いろんな国によっていろんな朝ごはんがあるんじゃないかなと思うので、ぜひ教えてください。はい。実は現代のね、日本では毎朝こんな感じで一汁三菜の伝統的な朝ごはん食べてる人はね、あんまり多くないんじゃないかなと思います。なんでだと思いますか？
まあ理由はね、とってもシンプルで、さっき言ったように、朝は忙しいからなんですね。時間ないですよね。なんか仕事に行くとかだったら、ギリギリまで寝てたいし、まあ女性だったらメイクをしたりとか、あとは着替えたりとか、そんなことをしてたら、時間ないですよね。はい。なので、まあ学生さんとかだったら学校に行く準備とか、仕事の準備とか、電車に乗るための準備だったりとか、朝って本当に時間なくて忙しいんですよね。なので、こうご飯を炊いて、お味噌汁を作って、魚焼いてってなると、やっぱり時間がかかっちゃいます。なので、現代の日本では、もっとシンプルな朝ごはん食べる方も増えています。はい、私みたいにパンを食べたり、あとはヨーグルトにフルーツを乗せて食べたりとか、あとはコーヒーだけって方もいますね。私も本当に忙しい時はもうコーヒーだけの時もあります。本当はね、ちゃんと食べた方がいいのは分かってるんだけど、今日はもう時間ないからもうコーヒーでいいや、みたいな時もあります。はい。あとシリアルとかも日本人もね、食べたりすることがあります。はい。あとはコンビニとかですかね。コンビニのおにぎりとか菓子パンって皆さんわかりますか？菓子パン。私のね、好きな菓子パンはメロンパンですね。ちょっとお菓子みたいなパンのことを菓子パンって言うんですけど、菓子パンとか、もう一つ日本ではお惣菜系のパンですね。例えば、みんな見たことあるかな？焼きそばパンって知ってますか？どうかな？焼きそばのがね、パンの中に入って、パンの中に焼きそばが入っていて、とっても美味しいとっても美味しいパンなんですけど、そういったのがコンビニなどに売っています。はい。日本にはコンビニがね、たくさんあるので、通勤とか通学の途中で、おにぎりとかパンを買って朝ごはんをパッと済ませてしまう方も多いかなと思います。特に学生さんとか会社員さんとか、忙しい人は簡単な朝ごはんが多いかなと思います。はい。私はですね、小さい頃、小学生の時、実はおじいちゃんとおばあちゃんと一緒に住んでいたんですね。なので、おじいちゃんとかおばあちゃんは、ちゃんと朝ごはんを食べなさいって、教えてくれる、教育されていたので、本当はね、私全然お腹空いてない、朝から食べれないタイプなんですけど、頑張って毎日食べてました。はい。その時はね、お茶漬けって皆さん知ってますかね？これも日本の伝統的な朝ごはんかなと思うんですけども、ご飯に、なんかあられみたいなのとか、海苔が入ってたりとか、たまに鮭が入ってたり、梅が入ってたりするんですけど、そこにお茶をかけて食べる、お粥みたいな感じですね。お粥なんだけど、お茶が入っているので、ちょっとお茶の味がするんですけど、そのお茶漬けっていう食べ物をよく食べていました。というか毎日食べていました。本当は多分一汁三菜、お味噌汁、鮭とか魚とか卵焼きとかサラダとか漬物を食べたりするのが一番いい食事だと思うんですけど、私はね、朝起きてすぐ食べれないタイプなので、いつも小学生の時はお茶漬けを食べていました。はい。皆さんは小学生の頃と学生の頃どんな朝ごはんを食べていましたか？そして今はどんな朝ごはんを食べていますか？結構日本の、親たち、子育てをしているお母さんとかお父さんとかはちゃんと朝ごはんを食べなさいって教育する方が多いんじゃないかなと思います。私の時代の時は結構そんな感じでした。朝ごはんちゃんと食べないとダメだよってよく言われていました。でも科学的にね、多分根拠がちゃんとあるんですよね。朝ごはんしっかり食べていくと、脳が活性化して、学校の勉強がもっとスムーズに理解できるようになったりとか、エネルギーがちゃんと出るので、元気に一日をね、過ごすことができるからなんじゃないかなと思うんですけども。結構日本では朝ごはんはとっても大事だと教育する場所が多いんじゃないかなと思います。はい。家でもそんな教育を受けるかなと思います。皆さんはどうですか？そこまで朝ごはん重要じゃないかな？どうなんだろう？ぜひコメント欄で教えてください。はい。なので、やっぱり私も朝まで、やっぱり私も夜まで仕事して、
今は結構睡眠時間も削りながらお仕事頑張っている時期なので、朝はなかなかね、時間がないので、最近はね、コーヒーだけとか、パン1枚だけみたいになっちゃってるんですけど、ちゃんと食べたいですね。なんか優雅な朝を過ごしたいなと思います。結構旅行に行った時とかは、朝ごはんしっかり食べます。よくホテルとかにバイキング、ビュッフェ形式でついてたりしますよね。その時はもりもり食べます。はい。本当はね、ゆっくり食べたいけど、ゆっくりご飯食べると、やっぱり幸せな気持ちになるし、最近はね、結構忙しくて、朝ごはんゆっくり食べれてる人少ないと言われています。減ってきてると言われています。でも実は日本にはね、朝ごはんを楽しめるお店もたくさんあります。例えば、朝ごはん専門のお店などもあったりしますね。ここでは焼き魚とかご飯とかお味噌汁のような伝統的な和の朝食を食べることができます。実はね、先日、福岡に行ってきたんですけども、福岡に友達がね、実はいて、そのお友達が働いている朝食のお店があって、そこに行かせていただきました。もうそこはね、福岡でもかなり人気なお店で、朝ごはんしかやってないんですよ。朝の8時から、お昼の2時ぐらいまでしかやってないんですけども、満員で、私が8時にね、行かせていただいたんですけども、8時にはもう全部の席が埋まってるくらいすっごい人気のお店だったんですけど、そこの朝ごはんは焼き魚、鮭ですね。鮭と私が頼んだのはうなぎですね。うなぎってわかるかなうなぎって結構日本人好きな方多いんですけど、はい。うなぎの、焼き物とか、あとご飯とお味噌汁と、あとなんかいちごの、あれはスイーツじゃなくておかずなのかな。はい。どんな料理の名前かは忘れちゃったんですけど、とっても美味しかったです。多分今までで食べた朝食の中で一番美味しかったんじゃないかな。そう、ご飯もね、土鍋で炊かれているご飯で、すっごい美味しいご飯でした。もう一回食べに行きたい。はい。すっごく大好きなお店です。はい。そんな感じで、そのお店もね、朝ごはん専門でやっているお店なんですけど、そういったお店もいくつかあります。皆さんの住んでる地域にもありますか？どうかな？朝ごはん専門店。結構台湾とかは、屋台とかで朝ごはんを食べる方が多いって聞いたことがあるんですけど、どうでしょうか？台湾のリスナーさんいるかな？ぜひ教えてください。そして日本の喫茶店ですね。はい。喫茶店、カフェのことですね。喫茶店ではトーストとかコーヒーとかゆで卵などがあって、結構洋食っぽい感じ、洋風の朝ごはんを楽しむことができます。名古屋っていうね、愛知県の町、結構大きな町なんですけど、そこにはコーヒーを注文すると、無料でトーストと卵がついてくるようなモーニング文化というものもあります。はい、名古屋では結構有名な文化ですね。はい。皆さんもコメダっていう喫茶店が、結構日本ではね、有名なんですけど、聞いたことありますか？はい。コメダコーヒーっていうお店なんですけども、ここに行くとコーヒーを注文するとトーストが無料で食べれたりもします。はい。私もね、前地元に米田コーヒーっていうお店があったので、たまに行ってました。はい。コーヒー飲むついでにトーストも食べて仕事に行くみたいなこともやっていました。皆さんはお家で朝ごはん食べますか？それともカフェとか喫茶店だったり、あとはコンビニで外で食べたりしますかね？どうかな？ぜひ教えてください。そしてもう一つ、日本らしい朝ごはんのお店があります。それは、立ち食いそばですね。立ち食いそばのお店ですね。これ駅とか駅の近くによくあるんですけども、そこではそばとかうどんをめっちゃ早く食べることができます。立ち食いっていう名前なので、名前の通り立って食べます。座らないで椅子に座ってゆっくり食べるんじゃなくて、もうその場で食べてすぐ行くみたいな感じですね。はい。面白いですよね。皆さんの
住んでいる町とか国には立ち食いのお店はありますか？どうかな結構、私も実はね、立ち食いって行ったことなくて、今度行ってみたいなと思います。よく東京とかで富士そばっていうお店だったりとか、立って食べるような専門の蕎麦屋さんとかうどん屋さんがあるので、行ってみたいなと思います。はい。なんか電車を多分待つ時間の間に、こう、お腹空いた時にさっと食べれるような、そんな感じで作られたお店になっているんじゃないかなと思います。安いし、結構早いし、美味しいということで、会社員の方にも人気ですね。そうやって忙しい中でも朝ごはんが食べられるように日本にはたくさんいろんなお店があります。ということで、今日は日本の朝ごはん文化についてお話をしてみました。日本の伝統的な朝ごはんは一汁三菜と呼ばれるスタイルになっています。まとめるとご飯、そしてお味噌汁、そしておかずが3つですね。はい。そんな感じでとてもバランスのいい食事になっています。でも現代ではパンとかシリアルとかヨーグルト、あとはコンビニのおにぎりとかなど簡単なご飯、朝ごはんも増えています。はい。日本の朝ごはん文化は結構伝統と今の現代の忙しさだったり、そんなものが混ざった食文化になっているのかなと思います。もし皆さんが日本に来る機会があればですね、ぜひ和食の朝ごはんもぜひ体験してみてほしいなと思います。きっと日本の食文化の面白さとか感じることできるんじゃないかなと思います。皆さんの国ではどんな朝ごはんを食べますか？パンですか？それともシリアルとか？ご飯を食べる方いますか？どうかな？それともそもそも朝ごはん食べませんという方はいますか？ぜひコメントで教えてくれたら嬉しいです。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。またねー。